皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチャの時間です。今回はアフターエフェクツで 3D 表現をしたい場合に重要となるシネマ 4D レンダラーとライト、その他 3D の質感で重要となるマテリアルオプション、環境レイヤーについて紹介します。アフターエフェクツで本格的に 3D 表現をするとなると力不足を感じますが、ちょっとした立体物やテキストなどでは十分使えるクオリティに近づけると思います。今回は何かを制作するという回ではないので、そんな機能もあるんだとか、よくわからずに使っていた項目などについて理解を深めてもらえたらなと思います。では早速行ってみましょう。前回の 3D レイヤーとカメラでも少し触れましたが、アフターエフェクツには2つのレンダラーがあります。レンダラーとはデータを描画するためのソフトウェアです。レンダラーの種類によって得手不得手があったり、描画速度が違ったりと様々な特徴があります。アフターエフェクツでも同じで、レンダラーの種類によって描画できるものとできないものがありますので、それぞれ使い分けが必要です。通常の作業ではクラシック 3D で OK ですが、3D レイヤーの機能をしっかり使いたい場合などはシネマ 4D レンダラーに切り替えます。シネマ 4D レンダラーにすることで、クラシック 3D ではできなかったことができるようになります。それが形状オプションの編集です。形状オプションを使用することで、シェイプやテキストをし出して、よりリッチな 3D 表現を行うことができるようになります。その代わりに無効になる機能が増えてしまいます。実際にシネマ 4D レンダラーに変更することで無効になる機能はこんな感じです。一部エフェクトが機能しなくなったり、描画モード、トラックマットなどが使用できなくなったりと、デメリットも多いのですが、そこは最悪プリコンポーズなどで事前合成し対応しましょう。無効になる機能も多いですが、有効になる機能も存在し、それにより表現の幅が広がります。では実際にシネマ 4D について見ていきましょう。適当にコンポジションを作成し、3D レイヤー化したテキストを用意しました。さらに平面レイヤーを 3D レイヤーにして、壁と床も作成しています。このシーンを通じてシネマ 4D レンダラーの効果と、ライト、マテリアルオプション、環境レイヤーについて見ていきます。レンダラーの変更はコンポジションパネルの右下から行います。シネマ 4D レンダラーに変更し、3D 空間がわかりやすいようにカスタムビュー3に切り替えておきます。テキストレイヤーを展開して形状オプションから見ていきましょう。まずは押し出す深さを70にしてテキストを押し出し立体にしてみます。テキストが押し出され厚みができましたが、ライトがないので立体感がわかりにくいです。コントロール、シフト、オルト、L でライトを作成しましょう。ライトの項目は以前スルーしましたが、今回は各項目について見ていきたいと思います。まず、ライトの種類です。その名前の通り、ライトの種類を選択します。ライトには、平光、スポット、ポイント、アンビエントの4つから選ぶことができます。まず平光ライトですが、このライトは配置する位置に関係なく、ライトの目標点の方向に光を照射します。身近なもので言うと太陽光です。距離に関係なくすべてのレイヤーに光を照射することができます。次にスポットライト。名前の通りスポットライトです。身近なもので言うと懐中電灯ですかね。円錐状にライトを照射して照らすことができます。円錐の形状や輪郭のボケ具合なども調整可能です。次にポイントライトです。こちらは電球のイメージです。指向性がなく全方向にライトを照射します。次にアンビエントライト。このライトはシーン全体の明るさをコントロールするライトです。光源の位置や光の減衰という概念はなく、シーン全体を照らします。このライトによって影は生まれません。暗くなりすぎたシーン全体を持ち上げたり、色を追加したりする際にも使用されます。では次の項目。カラーはライトのカラーを設定する項目です。シーンの雰囲気に合わせて設定しましょう。強度はライトの輝度です。
数値が高いほど明るくすることができます。ちなみにマイナスの値を入れることもでき、その場合はすでにライトが当たっている箇所を暗くすることができます。次、円錐聴覚と円錐ぼかし。こちらはスポットライトを選択した場合に設定できる項目です。スポットライトの形状や輪郭の柔らかさを調整することができます。次にフォールオフ。こちらは平行、スポット、ポイントライトを選択している時にのみ機能します。距離によってのライトの減衰具合を設定します。現実世界でのライトは距離が離れるほど光が届きづらくなり、照度が低くなります。この照度の低下をフォールオフで設定することができます。なしに設定した場合、照度の減衰はしません。ライトから離れたレイヤーにも等しく光が当たります。現実世界だと基本的には起こり得ない状態です。太陽光を想定してライトを置く場合はこちらの設定で問題ないと思います。スムーズ。スムーズに設定するとその下にある半径とフォールオフの距離の調整ができるようになります。半径とフォールオフの距離、2つの項目を調整して光の減衰具合を調整することができます。半径では減衰がかかり始める範囲を決めることができます。ライトからの半径となり、半径の内側では光の減衰は起こらず、半径の外側から光の減衰が行われます。フォールオフの距離はライトからどれくらい離れたら光が届かなくなるかの設定です。高い値であればあるほど遠くのレイヤーにも光が届くようになります。最後に逆自浄クランプです。こちらは現実世界に近いライティングを行う際に設定することになります。逆自浄クランプに設定すると光の強さが距離の事情に反比例します。これだけ聞いてもよくわからないですが、もう少しシンプルに言うと、距離が2倍になると光の強さは4分の1倍になり、距離が3倍になると光の強さは9分の1倍になります。その距離を半径で設定することができます。逆自浄クランプでは半径だけ設定すればいいので、フォールオフの距離を設定しても効果はありません。使い分けとしては、太陽光を想定する場合はなしに設定。より現実世界に近いライティングを行う場合は逆自浄クランプを使用します。光の減衰具合や光が届く距離を詳細に自分でコントロールする場合はスムーズを使用するといった感じでしょうか。ライティングは難しく AE で行う程度のものであればそこまで詳しく知る必要はなさそうですが、他の 3DCG ソフトなんかでもそのまま使える知識となりそうなので、一応項目として認識くらいはしておいてもいいかもしれません。では次の項目も見ておきましょう。シャドウを落とす。こちらの項目をオンにすると、レイヤーを照らした際に影を落とすことができます。気をつける点として、ライト側でシャドウを落とす設定をした後、レイヤーのマテリアルオプションでもシャドウを落とすの項目をオンにする必要があります。初期設定ではオフになっているので、影が落ちないという方は、ライトとレイヤーともにシャドウの設定を確認してみましょう。シャドウを落とすが有効になっている場合に、シャドウの暗さとシャドウの拡散を調整することができます。シャドウの暗さはそのままの意味で影の濃さを設定できます。シャドウの拡散は影をぼかしたい際に使用します。数値を上げるほど影にブラーがかかります。目指す影の表現に合わせて使ってください。ライトについては以上です。では、適当に設定してライトを作成します。ライトの設定はライトのレイヤーを展開しても調整できます。現状、フォールオフがなしとなっていて、ライトの減衰がないので現実味がありません。逆自浄クランプに変更して半径を調整してみます。位置も適当に変更してライティングします。ライトは複数配置しても作用します。現在メインとなるキーライトを配置しました。ライトと逆側に位置する箇所には光が届かず影が落ち真っ暗になっています。こういった暗くなる場所を照らすように補助的なライトを配置してみます。複製して反対側へライトを移動させて調整します。あくまでも補助なのでメインとなるライトよりも強度を落としたり微調整します。
このようにテキストの輪郭が浮かび上がるようなイメージで、背面から照らすライトはバックライトと呼ばれます。2つ目のライトが配置できました。まだテキストの右側が暗く寂しい感じがするので、さらに補助的なライトを複製して追加します。テキストの右側を照らすイメージで移動させます。こちらもメインのライトではなく、あくまでも補助なので強度を下げて調整します。こういった役割をするライトをフィルライトと呼びます。私はライティングは専門外ですので、詳しく知りたい方は、3点照明、3ポイントライティングなどで検索すると、基本的なライティングについて学べると思います。3D を扱う上で、ライティングは非常に重要な項目です。ライトの位置や強度でシーン全体のクオリティを左右すると言っても過言ではないです。ただ、アフターエフェクツではそこまで本格的にライティングをすることはないと思いますので、今はスルーしても構いません。ライトが配置できたので、形状オプションを見ていきましょう。ライトがあると、ベベルの効果がわかりやすくなります。ベベルのスタイルを角型に変更します。テキストのエッジ部分が面取りされ、斜めになりました。もう少しわかりやすくなるように、ベベルの深さの値を上げてみます。この項目では、ベベルのサイズを調整することができます。どうでしょうか？ベベルの効果がどういったものかが分かったと思います。では他のスタイルにも切り替えて効果を見ていきましょう。スタイルごとにテキストのエッジ部分の形状が変化します。気に入ったスタイルを使用してみましょう。現実世界のものは大体のものがベベル処理されていますので、基本的にはベベルを適用することをお勧めします。ベベル処理をしない場合とベベルがかかった場合を見てみます。ベベル処理を施した方は、エッジ部分にハイライトが入り、同じライティングでも印象が変わります。こういったハイライトなどの光の演出は、3D 表現ではクオリティを左右する重要な項目です。他の項目も見ていきましょう。内枠のベベルの深さは、現状のテキストだと効果はわかりません。テキストに D を追加してみます。D という文字は内側と外側が存在する文字です。内側のベベルの深さの値を調整してみます。D の内側のエッジのベベルを調整することができました。文字の形状によっては不要なオプションですが、文字や形状を見て必要な場合は調整するようにしましょう。形状オプションについては以上です。では次はマテリアルオプションについて見ていきましょう。マテリアルオプションでは、主にレイヤーの質感を調整する項目になります。上から見ていきましょう。まず、シャドウを落とす。こちらは初期設定ではオフになっています。こちらをオンにしないと、ライトでシャドウを落とすと設定しても反映されませんので気をつけましょう。有効にすると、地面や他のレイヤーに影を落とすことができるようになります。ショートカットキーは、Alt、Shift、C です。次、シャドウを受ける。こちらは他のレイヤーのシャドウを投影するかどうかの設定です。オフにするとシャドウの影響を受けません。基本はオンで問題ないと思います。次、ライトを受ける。言葉通りですが、こちらはライトの影響を受けるか受けないかの設定です。オフにするとライトの効果は反映されません。では次、反射内に表示。こちらはレイヤーの反射が有効になっている場合に効果が現れます。初期設定ではオンとなっていますが、オフにすると反射物として自身のレイヤーや他のレイヤーに映り込まなくなります。基本はオンで問題ないです。では質感表現においてメインの項目を見ていきましょう。アンビエント、レイヤーの無方向反射率の設定です。言葉だけだと心底よくわからないですが、動作的にはアンビエントライトがシーンにある場合、その効果の影響度を調整することができます。レイヤー別にアンビエントライトの影響を調整したい場合などに使用するかなと思います。拡散。こちらはレイヤーの拡散反射率の設定です。レイヤーに当たったライトを全方向に均等に反射させる項目です。こちらも効果がわかりづらいですが、拡散の値が高いほど表面が明るくなります。値が低いと表面が暗くなります。
鏡面強度、鏡面反射率の設定です。レイヤーに当たった光を鏡のように反射させる項目です。ハイライトが欲しい場合などに重宝します。値を上げると光が当たった場所にハイライトが現れます。鏡面光沢、ハイライトのサイズを調整する項目です。値を上げるほどハイライトサイズが小さくなり、シャープな見た目になります。金属、レイヤーに設定された色をハイライトに影響させるかどうかの設定項目です。レイヤーが赤色であればハイライトも赤色になりますが、金属の値を下げることでハイライトにレイヤーの色の影響を受けないように設定できます。値を下げた場合はライトの色に影響を受けるようになります。反射強度、レイヤーの反射率を設定します。こちらは言葉の説明よりも見た方が早いですね。他のレイヤーや自身のレイヤーが反射して映り込むようになります。床の平面レイヤーに設定すると文字の映り込みを表現することも可能です。反射シャープネス。反射したものをシャープに映し出すか、粗くぼかしたイメージにするかの項目です。値が高いほど鮮明に反射させ、値が低いと粗くざらついた印象に変えることができます。反射ロールオフ。こちらはフレネルの設定になります。見る角度によって反射の密度を調整する項目になります。3DCG をやってないとフレネルと聞いてもいまいちピンときませんが、水面をイメージするとわかりやすいと思います。水を真上から見るとそこまでくっきり見えますが、斜めや横から見ると周りの背景などが映り込み見えなくなります。視野角による見え方を変化させるのがフレネルです。反射ロールオフではフレネル効果をコントロールします。値が高いほどフレネル効果も高くなります。マテリアルオプションについては以上です。実際に触りながら各項目の値による見た目の変化を楽しんでみましょう。マテリアルオプションで行った設定はコピーすることもできるので、同じ設定を使いたい場合はコピーして活用してください。では、質感を作っていく上で重要な環境レイヤーについても解説します。部屋の中に反射率の高いオブジェクトを置いたとします。すると、そのオブジェクトには部屋の様子が映り込むと思います。それらの反射や映り込みがあるから、メタリックな材質と認識することができ、リアリティが生まれます。ただ、映り込みを表現したいから映り込むものや、部屋を 3D で一から用意するのは非常に時間がかかり大変な作業です。その映り込むものを画像で設定できるのが環境レイヤーです。こういった画像を用意しました。360度の背景素材です。こういった画像はハイダイナミックレンジイメージと呼ばれ、ワードの頭文字を取って HDRI と呼ばれます。HDRI を環境レイヤーにすると球体にマッピングされ、そこに部屋が存在するかのようにレイヤーの反射物に映り込むようになります。実際に 3DCG などで映り込むものを一から用意するのは時間がかかるため、こういった環境マップとして扱うことのできる画像が重宝されます。環境レイヤーに指定するには、指定したいレイヤーの上で右クリックし、環境レイヤーをクリックします。これで完了です。環境レイヤーは回転させることで、部屋やその環境自体が回転するので、映り込み場所などを調整することが可能です。環境レイヤー、ライト、マテリアルオプションの設定などをうまく使うと、アフターエフェクツの標準機能でもそこそこな 3D 表現が可能になります。最後に、レンダラーの品質についてです。アフターエフェクツの 3D 環境でシーンを作っていると、文字の輪郭やレイヤーのエッジがギザギザになるアンチエリアスの問題や、映り込みが汚くざらついてしまう問題があります。それはレンダラーの品質設定が悪いからです。レンダラーを変更する場所からレンダラーオプションを開いてみましょう。品質という項目があります。初期設定では低い値に設定されています。こちらの値を上げることでアンチエリアスの問題を解決できたり、映り込みをきれいに仕上げることが可能になります。最大まで上げると綺麗になりますが、その分レンダリングに時間がかかってしまいますので注意してください。今回紹介した機能でテキストの質感を作り、
ライティングしてシーンを作りました。テキストの枠部分はシェイプレイヤーを押し出して作成しています。環境レイヤーを使用して映り込みを作ったおかげで存在感のあるテキストになっているのではないでしょうか。各項目を調整しながら質感をつけてみてください。一応私が設定した各項目の数値を載せておきますので参考にしてください。今回は以上です。いかがだったでしょうか？今回はシネマ 4D レンダラーとそれに付随するライトやマテリアルオプション、環境レイヤーについて紹介しました。項目が多く分かりづらかったかもしれませんが、今回紹介した機能や各設定項目は、アフターエフェクツ以外でも役に立つ知識でもあります。個人的にはフォトリアルな 3D 表現に関しては、無理にアフターエフェクツの標準機能だけでする必要はないかなと思っています。もう少し踏み込んで 3D 表現をしたい場合は、エレメント 3D などのプラグインを活用するのも手だと思います。ではまたお会いしましょう。さようなら。